無事に帰ってくることです。家に帰ってくるまでが練習試合なので、早くゲームがしたい。それは何より大事なことですが、剣道についての目標を持っておきましょう。出花の面を課題に練習してきたので、積極的に使って3本は決めたいですね。本番も近いので、本番の日だというつもりで緊張感に慣れていくことも課題です。失敗を恐れずやってみたいと思います。このように課題を持って練習試合に迎えるといいですね。皆さんこんにちは、犬です。今回は練習試合の活かし方。自己分析。4月になってもうすぐ1ヶ月が経とうとしていますが、新生活を迎えられた皆さん、慣れましたでしょうか？小学生は中学生に、中学生は高校生に、高校生は大学生、就職など、ステージが上がったり、学年が上がったり、新しい人と出会ったり、新鮮な日々ですよね。慣れていくまで色々とお疲れなところもあると思いますが、楽しんでいきましょう。今回のお話は、試合や稽古の結果をどういう風に反省して、次の稽古からどんなことを意識してやっていけば、今より上手になれるのか、こんなところに着目してみたいと思います。中学生や高校生は学年が上がったばかりですが、3年生にとっては最後の大会のシーズンがすぐにやってきますよね。それに向けた練習試合などもとっても多くなってくると思います。せっかく練習試合をしたなら、そこでの学びを 100% 活かして、最後の大会に向けて準備していきたいですよね。大人になると練習試合はなかなかないですが、日々の稽古の中で自分の反省点にどのように気づけばいいのか、見つけた課題にどのようにアプローチしたらいいのか、そんなことを考えて日々成長していきたいものですよね。今回は練習試合を中心に僕の中にある知識や子供の頃知っておきたかったことなどお話ししてみようと思います。今回ご紹介するのは僕の考え方です。参考になる部分だけ使っていただければと思います。流れはこんな感じ。1、1日の流れ。2、ポイント紹介。練習試合で学ぶこと。アップの使い方。自分の剣道を分析。次の練習や本番に活かす方法。僕のチャンネルは社会人の方々にも多く見ていただいているので、せっかく見ていただけたからには何かプラスになる時間になってほしいなと思いますが、ご自身の稽古の環境などに置き換えて見ていただけると幸いです。また、これから熱い青春時代を過ごす若者世代に向けて、学生時代の経験談など励みになると思いますし、僕も楽しいのでお気軽にコメント欄に書いてみてください。では続きからいってみましょう。遅刻しないように余裕を持って起きる。朝ごはんをしっかり食べる。時間に余裕を持って家を出る。会場に着いたら相手校に挨拶。このあたりは学校やチームの決まりでやり方がいろいろあると思いますので、そのやり方でやってください。すぐに着替え、準備。ウォーミングアップ。準備を早くしないと十分なアップができません。せっかくの練習試合の質が落ちてしまいます。準備も大切です。指示を聞く。場所や試合順の確認など。移動、まとまって置いておきましょう。試合が始まったら、チームとしての目標を意識した試合。チームの勝ちのために、ここは引き分け以上にを意識して戦おう。とか。個人としての目標を意識した試合。出花面を1試合で2本は狙う。1日の練習試合を通して3本は決めたい。など。スコアをちゃんと記録しておく。使い方は後でやります。できれば動画を撮れるといい。ルールを守って撮影しましょう。勝手にアップをしないなど、相手が不快に感じないように気をつけてください。審判も練習。
間違えてもいいから、まずは積極的な審判をしましょう。審判のうまさは剣道の実力に比例するなんて言われることもありますよね。それなら上手になることに頑張ることは意味がありますよね。このあたりの考え方も別の動画でやってみようと思います。積極的に審判をして終わった後、先生や先輩に動き方や判定について聞いてみるのがいいでしょう。メンタルの変化への対応、うまくいっていると乗ってくる。失敗が続くとどんどんダメになる。1本取れると落ち着くんだけど、なかなか取れないと焦ってきてしまう。やるべきことができなくなってしまう。うまくいく気がしなくなる。先生からいただく一言一言に一喜一憂してしまう。こういうふうに心が揺れ動くことはよくあることです。大会の本番の日を考えてみましょう。個人戦でも団体戦でも、いくら内容が悪くても、調子が悪くても、勝ち続ければ試合は続いていきます。特に団体戦では、自分が負けてもチームが勝てば、次にベストなパフォーマンスが出せるように整える必要があります。立て直さなきゃいけないんです。落ち込んでいる気持ちをうまく切り離し、切り替えないといけませんね。こんなことも経験し、学べるのが練習試合です。試合だけに注目してはもったいない。100% 生かすということはできません。試合を終えたら、素早く着替えて忘れ物のないように帰る準備を整えましょう。強いチーム、いいチームはこういうところがとにかく早い。爽やかで気持ちがいいですね。相手校への挨拶。試合はお互いに気持ちをしっかりぶつけ合って一生懸命。でも、一度一緒に頑張ったら、本番の会場ではお互いを応援したり、意識し合える仲間になるといいですね。気をつけて帰る。家に着いたら、スコアの確認。試合動画の分析。剣道ノートに書く。2、ポイント紹介。練習試合で学ぶこと。まず、大会。何のために出ますか？練習の成果や自分の成長を確かめる場。活躍したい。勝って次の大会に進みたい。負けたら引退の大会であれば、少しでも長く今の仲間と剣道がしたい。一試合でも多く一緒に戦いたい。支えてくれた家族や仲間、先生に活躍する姿を見せたい。人それぞれいろんな思いがありますよね。では練習試合。何のためにやりますか？本番で力を発揮するための本番に近い練習の場と言えそうですよね。であるならば意識することはこれです。次に自分が稽古の中でやるべきことを見つけに行く。そのために初めての相手に自分が今どこまで通用するのか、どれぐらい対応できるのかの感覚をつかみに行くこと。単に勝つことが目的ではありません。勝ち癖をつけるとか、負けない戦い方を身につけるという場合は別かもしれませんが、結果より内容。負けたらダメで、勝ったら OK と思いたくなりますが、負けたとしても試したいことが試せたら OK。勝ったとしてもなんで勝てたかわからない。たまたま打ったら当たってしまった。などの場合は、すんなり OK と考えないようにして、しっかり考えて次に活かしていきましょう。失敗を引きずらない。失敗してみないと、自分に足りないところとかできないところがわからないんです。例えば、負けを怖がって打たれない試合ばっかりして、結果全部0対0引き分けだったとします。この結果は打たれないことができたとも言えるけど、初めての相手に自分の持ってる技がどのくらい通用するかとか、相手を感じ取って技を出す難しさなどに気づくことができないんです。なので、これまでやってきた練習を今後どういう風に工夫していくかっていうのがとっても分かりづらくなってしまいます。一方、負けは多かったけど、たくさんの自分の持っている技を試すことができた。この場合、後で動画を見てみると、面が届いていないから、もう少し間合いに入ってから面を打つように工夫して練習してみようとか、王子技打ててるんだけど、外しちゃってるな、ちゃんと当たってたら1本になるところが3回もあったから、正確に当てる練習をしっかりすれば、あと3回は勝てるようになるぞとか、なんか自分ではあんまり得意と思ってなかったけど、結構小手がよく当たってるから、1本になるように重点的に練習してみようかなとか、当たってるのに旗が上がらないことが多すぎる。もっとアピールの仕方練習したらもう全部勝ってるじゃん。のように、次これ練習すれば確実に今より良くなるという点が見えるようになりますよね。練習試合がない人も自稽古を動画に撮ってこのように研究してみると、自分が次何を練習するべきかっていうのが見えてくると思います。ウォーミングアップの使い方。素早く着替えて試合前のアップをやること。
早く始めることを先ほどの流れの中でお見せしたと思います。短い時間の中で体を動かしやすい状態にして練習試合に臨むこと。これイコール大会もなんですよね。大会の日の朝を想定して予行練習のつもりで練習試合を使いましょう。アップの内容も先生から特に指示がなければあらかじめ仲間と一緒に決めておくといいと思います。例えば切り返しを2回、15分から20分程度2人組で自由にやりたいもの。こうすればそれぞれが得意な動きを確認できていいイメージを持ったまま試合に入ることができます。よし、やれることはやったという気持ちを作ることも試合前の重要なテクニックです。自分の剣道を分析、次の練習や本番に活かす方法、一番大事なところです。動画。まず自分の試合を全部見ましょう。良かった部分は自信になるし、意外と自分かっこいいじゃんとか思えたら最高です。良くなかった部分はつい見たくないという気持ちになりやすいですが、今より進歩するためです。頑張りましょう。記録表。試合中記録を取りますが、このように取ります。もしくは家に帰ってきてから動画を見直してこのように書き直してもいいです。できる方で。面は目、小手は小、胴は胴、突きはつ。この横に出鼻、出ようとしたところは1、引き技は2、止まった、居ついたところは3。その他、よく判断がつかなかったものは4と記録します。その技が決まった時間も記録しましょう。紙は何でもいいし、このシートは概要欄に貼っておくので自由に使ってください。分析。今回のこのシートを例に考えてみます。ここでは弱点の確認、強みの確認、次の稽古で何をするかの確認、これらをしていきます。考え方が分かったら自分でも試してみてください。試合結果でも自稽古の様子でも応用することができます。ではいきます。1、取られている技のチェック、弱点の確認。このシートを見て一番多く取られているのは何番の何でしょう。自分でできるように練習したい方は動画を止めて探してみてください。はい、一番多く打たれたのは3の面ですね。取られた技の半分が止まってしまったところに打たれた面となっています。この結果から例えばこのように反省してみます。出鼻面を狙いすぎて出れない時に足が止まっちゃってたからかな。犬の動画、得意技の相手を探る情報集めのところでやってたみたいに、もう少し出鼻面を狙いすぎないようにして相手に打たせて軽く避けるところを多くしてみよう。このように出鼻を狙うのはいいけど、毎回狙いすぎず打たせないところを作るように工夫しようと次の練習から意識します。続いてこのシートを見て2番目に多く取られているのは1番と2番の技、どちらでしょう。自分でできるように練習したい方は動画を止めて探してください。はい、2番目に多く打たれたのは2の技、つまり引き技ですね。取られた技の3割が引き技となっています。この結果から例えばこのように反省してみます。つばぜり合いになって慣れてないから足が止まっちゃってたかな。犬の動画、引き技を打たせない技術で引き技の守り方を勉強して足を動かす練習をしてみよう。ついでに他の引き技の動画1から5番も見て全部打てるようにしてみようかな。逆に引き技で取れるようになったら相手の狙いも分かるようになるかも。このように引き技を打たれない技術を身につけることを次の練習から意識します。さらに自分がここから分かったことをまとめると、出鼻面を狙いすぎ、タイミングが合わない時に足が止まって打たれる。つばぜり合いで足が止まって引き技を打たれる。次の練習から意識すること。1番から優先的に、1、出鼻面を毎回狙いすぎず、相手に打たせて軽くさばく、打たせない練習を取り入れる。2、引き技のディフェンス。3、引き技を自分が取れるようにする。これができるようになった時、スコアシートはこういう風に変わります。1、止まってしまって打たれるところの面がなくなる。2、止まってしまって打たれる引き技がなくなる。3、引き技を打たれていたところが逆に打てるようになる。勝敗はこのように変化していきますね。ここを目指して練習していきます。
2、取れている技のチェック、強みの確認。このシートを見て、自分が一番多く取れている技は何番の何でしょう？はい、一番多く打てたのは3の面ですね。この結果から、例えばこのように反省してみます。自分は飛び込み面が得意なのかもしれない。なら、この技をさらに活かすことができるように、犬の技の組み合わせの動画を見て、同じ入り方の小手も練習してみよう。こうすればもっと取れるようになるんじゃないかな。このように自分の強みがデータから確認できたら、その強みを活かして攻撃の幅を広げてみましょう。つばぜり合いからも打てるものがあるといいなというふうに別場面のものを新たに鍛えてみるという発想もいいと思います。ここから分かったことをまとめると、相手が止まっているところに打ち込む飛び込み面が得意っぽいと分かる。次の練習から意識することを1番から優先的に。1、飛び込み面の迫力を生かして同じ入りから小手や胴も打てるように練習する。2、そのまま面を磨く。3、引き技も取れるように練習をする。これができるようになった時に、スコアシートはこういう風に変わります。1、小手や胴が決まるようになってくる。2、小手や胴を相手に意識させることで、面がもっと決まるようになる。3、引き技など今まで打てなかった場面で取れるようになる。勝ち数やチームへの貢献度が変わってきそうですよね。ここを目指して練習していきます。弱点の克服と強みの強化、どちらも理想的に仕上がるまで練習できた場合のスコアシートを初めのものと見比べてみましょう。全然違いますよね。ここまで理想的にことを進めるのは簡単なことではありませんが、振り返りをしっかり行うことでここに近づいていくことはできます。頑張りましょう。最後に時間です。早い時間に取られてしまっていることが多い場合、相手の分析、情報集めが足りていないことが多いかもしれません。しかも出花、さっきの表でいうところの1番の技を多く取られてしまっている場合は、相手のことをよく分かっていない状態でギャンブルのように打ちに行ってしまっている可能性が高いかもしれませんね。こうしたらこうなるという相手の情報をしっかり集めるということを意識して練習しましょう。逆に取れる時間帯が早くなってきたら、より短い時間で正確に情報集めができる、上手くなってきている、自分の攻撃パターンができているということになってきます。こういう指標として使ってみましょう。後半の時間帯に取られてしまうことが多い場合、中盤からもう一度集中し直し、そのままスコアをキープできるように自稽古などから意識して練習しましょう。体力切れなら鍛えるとか、ペース配分を考えるとか、自分に合った課題を設定してみるといいです。逆に後半の時間帯に取れることが増えてきた場合、焦らずに狙いに行けている、試合中の心のコントロールが上手くなっている、相手の分析、情報集めが上手くなってきているなどの確認になります。こういう指標として使ってみましょう。動画をご視聴いただきありがとうございます。お知らせをさせてください。この度、Instagram と X のアカウントを開設いたしました。アカウント自体はチャンネルを始めた半年前から作ってあったので、このような告知をする前から何名かの方にはフォローしていただいておりました。ありがとうございます。今後、この2つのアカウントでは主に動画投稿の予告、ライブ配信の連絡を行っていきます。しばらくは連絡をこちらから流すようとして使っていこうと思っていますので、コメント等はこれまで通り YouTube の方にしていただけると助かります。概要欄の方にリンクを貼らせていただきました。お見逃しのないようにアカウントをお持ちの方はフォローしていただけると嬉しいです。YouTube ライブを5月18日土曜日午後9時から行いたいと思っております。インスタも X もライブも不慣れでご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、活動の幅を広げていくためにも準備をしてやってみたいと思っています。見守ってください。よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。こういう答えを自分の中に持っておくと、日々の練習へのモチベーションになって頑張れたり、自分がどのくらい頑張んなくちゃいけないか、何をすればいいかなどに気づけたりします。僕は高校時代、負けたら選手から外されるとか、また怒られるとか思って無難な試合をしてしまっていました。練習試合は腐るほどしていたのに、今思えば強くなる機会を無駄にしちゃっていましたね。皆さんにはそのようなことがないようにしてほしいです。試合で何かを意識するのが難しい人は、試合が始まったらとにかく一生懸命やりましょう。
考えて、相手を観察して判断して技を打ち切ってしっかりガードしてなど、やらなければいけないことは無数にありますが、稽古をしてきた自分が自分にできることは全部やってくれるし、やってきていないものはできません。今できる最善を尽くすことで、今回ご紹介した振り返りの方法を使えば必ず次に生かすことができるはずです。ゴールデンウィークなど試合が多くなってくると思います。ぜひ活用できる部分は使ってみてください。目標を決めましょう。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。